こんにちは、つんです。今回は最近購入した100均の便利グッズを全部で5つご紹介したいと思います。ちょっと話題になっている新商品もご紹介するので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、まず最初はこちら。ダイソーのワンタッチペットボトルキャップです。SNS でも結構ちょくちょく見かけるので、もうご存知の方も多いかなと思いますが、ネーミングの通りペットボトルの蓋に取り付けて使うアイテム。ご覧のようにこの開け閉めがワンタッチでできるようになるっていうわけですね。確かに今まであまり深く考えてなかったんですけど、ペットボトルの蓋の開け閉めって毎日何回もやるとなると、これ結構面倒ですよね。それがワンタッチで済むならタイパもいいかもしれません。350ml から2リットルまでのペットボトルに使うことができます。使い方は開けるのも閉じるのも指1本で押すだけ。これは結構いいですね。このペットボトルキャップには小さな取っ手もついていて、900ml のペットボトルは片手で注ぐことができました。350とか500とかも当然いけると思います。ただ2リットルはやっぱりちょっと重いので、片手で注ぐのは難しかったです。注意点としては、ペットボトルの蓋よりも高さが出ちゃうので2センチぐらい高いんですよ。なので冷蔵庫のポケットの高さはチェックした方がいいと思います。あと密封するわけではないので、多分横にはできないかなと思います。蓋は簡単に取り外せるので、洗うとかお手入れはしやすそうです。私的には今まで1日に何回もひねって開けてた蓋がワンタッチで開閉できるようになるっていうのは結構楽でした。ちょっとしばらく使ってみようかなと思います。我が家には醤油差しがありません。もうこんな感じで瓶のまま食卓にドーンと出しちゃってます。年に数回やっぱり必要かなと思う時があるんですけど、詰め替えの手間を考えると面倒になっちゃうんですよね。そんな中、ダイソーでこんなものを見つけました。醤油ボトルキャップです。500ml から1リットルの醤油ボトルに使えます。これなら詰め替えることなく醤油差しとしても使えるんじゃないかなと思って買ってみました。キャップのタイプによってはこの白いものも使うみたいです。注ぎ口は細いところと太いところと2箇所あります。蓋はパチンと気持ちよく閉まります。気を取り直して早速使ってみます。キャップが外れないタイプというのはこういう蓋をパコンと開けるタイプのキャップですね。この場合はキャップを取り外す必要があります。ちょっとめんどくさいですが、スプーンなどの柄を使っててこの要領で押し上げると比較的簡単に取ることができます。そしてこの取り付けキャップ、白いやつですねをはめてと思ったらはまりませんでした。うっすらちょっと分かってたことなんですけど、瓶には使えないみたいです。ということでペットボトルでやってみます。こういう風にキャップが完全に取り外せるタイプだったら、蓋を取り替えるだけで装着することができます。注ぎ口は太い方がこんな感じ、そして細い方がこんな感じ。これちょっとお醤油がですね、甘口醤油なのでドロッとしてるんですけど、意外とね液だれはしませんでした。
ペットボトルならお醤油以外の調味料にも多分使えるんじゃないかなと思います。はい、お次はこちら。同じくダイソーの 2way 小物ホルダーです。これ以前からずっと人気のステンレスのヘアピンホルダーっていうのがあるんですけど、それの進化版みたいな感じで、こちらは白の他に黒もありました。とうとう白が出たっていう感じですよね。サイズはご覧の通り、耐荷重は 60g です。中にはご覧の4つのアイテムが入っていて、このマグネットのバーは本体に差し込んで使います。このマグネットを外せばフックとしても使うことができるようになっています。あとは磁石が使えない場所用の粘着テープと磁石が使える場所用のマグネット、使う場所によってどちらかを本体に貼ります。両方付属してるなんて気が利いてますよね。例えばマグネットで貼ってピンセットとかミニバサミとかヘアピンとか金属製のツールを収納したり、これ横に使ってもいいですね。粘着テープで貼ってマスクとかヘアゴムをかけたり、アイデア次第でいろいろ使えそうです。後々剥がす可能性があるときは、例えばヤモリグリップみたいな剥がせるテープがおすすめです。私も付属のテープは使わないでヤモリグリップで貼ることにしました。で、今回我が家は以前動画でご紹介した洗面所のコスメ収納の、これもですねダイソーのティータイムラックなんですが、これのデッドスペースにペタッと貼ることにしました。毛抜きとミニバサミを収納しました。今までこれずっと引き出しに入れていたので、目の高さで取れるようになってとても使いやすくなりました。はい、お次はこちら。セリアのレトルト絞り&カッターです。レトルトを一滴残らずきれいに絞り出したい、そんな欲求に応えるアイテムです。先端についているカッターは直接手で触れない安全構造。裏面にはマグネットがついていて、冷蔵庫とかに貼っておくことができます。その後ですね、セリアで似たような商品を見つけました。これは残さず絞れるスティックという商品名で、ちなみにどちらも110円です。この動画内で紹介しているアイテムは今回全部110円でございます。似たようなアイテムとお伝えしましたが、こちらはシャンプーとかボディーソープなどの詰め替え用でした。セリアらしいシンプルで無駄のないデザイン。こちらもマグネット付きで、先端のカッターは直接手で触れないようになっています。デザイン以外はどちらも同じ作りですね。サイズを比べるとこんな感じ。シャンプー用の方がスリムですが2センチぐらい長いです。レトルト用の方は真ん中に隙間が空いているのに対して、シャンプー用はきっちり噛み合わさっていて隙間がない作りになっていました。カッターの切れ味はどちらもスパッとすごい気持ちよくカットできます。手で切ると汁が飛んだりとかうまく切れなかったりとかしてたので、これはもう手で切るより断然快適でした。それではレトルトの方から使ってみます。
こっちの方は真ん中に隙間が空いているので、ちょっとこうひねりながら絞り出す感じで使います。2回ぐらいでほぼ全部出ました。続きまして、これシャンプー用なんですけど、ちょっとレトルトで試してみます。やっぱりこう隙間がない分、しっかり密着して出せてるっていう感じがありました。比較するとこっちの方が綺麗に出せた気がします。ご覧の通り全然残ってません。ただどちらも最後はどうしても汚れちゃいますね。レトルト用はこれ真ん中が空いているので洗いやすいです。やっぱちゃんと考えられてるんですね。シャンプー用の方は噛み合わさった部分がこうあんまり開かなくて洗いにくかったです。あいにくシャンプーの詰め替えのタイミングではなかったので、今回はどちらもレトルトで試しましたが、シャンプー用の方は基本的に食品用じゃないからこういう作りなのかもしれないですね。いずれにせよカッターの切れ味は最高だし、今まで折ったりとか巻いたりとかしながらぎゅうぎゅう絞り出してた苦労からは解放されました。次回の動画でトリートメントを多分詰め替える予定なので、気になる方はぜひまた見に来てください。はい、今回の動画は以上です。少しでも参考になったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。